皆さんこんばんは。バーネコマタヤの新井です。いつも番組をご視聴ありがとうございます。今回は皆様にスパニッシュコーヒーをご紹介したいというふうに思います。皆さんコーヒーカクテルといえば何を思い出しますかね。それこそカルーアミルクとかエスプレッソマティーニとかね、はたまたアイリッシュコーヒーを思い浮かべる方もいるんじゃないでしょうか。海外では国によって違うんですけども、コーヒーにお酒を入れて飲むスパイクコーヒーというのがあるんですね。中でも中南米で最もポピュラーなのがカラヒージョというカクテルなんです。日本ではあまり馴染みがないんですけども、リカル・クアレンタイトレスというリキュールがあります。このね、クアレンタイトレスっていうのはスペイン語で言うところの43という数字のことなんです。その名の通り43種類のハーブを漬け込んだスペイン産のリキュールなんです。このスペイン産のリキュールをコーヒーに入れて割って飲むというのがこのカラヒージョ。そのカラヒージョをベースにアメリカで新しく作られたカクテルが今回ご紹介するスパニッシュコーヒーというわけなんです。スパニッシュコーヒーはアメリカポートランドでは冬の定番カクテルなんですね。今回も本場の作り方をご紹介しつつ、最終的には俺のレシピでご紹介したいというふうに思います。まずは本場の作り方ね。グラスのリムをライムで濡らして、そして砂糖をつけます。そして一期一プルーフ 75.5 度のラムを使用します。海外ではオーバープルーフラムっていうんですけども、めっちゃ強いラムをグラスに注いで火をつけるの。しばらく火をつけているとグラスの周りの砂糖が溶けてカラメルのようになるんですね。このやり方なんですけども、これ実際耐熱グラスを使ってるから問題ないはずなんですが、火をねちょっと長時間入れるっていうことと、あと実際にカラメルがねくっついてね剥がれなかったり、作る時にね必要以上にグラスが熱くなっちゃったり、とにかくグラスが傷むので僕はこれしません。要はほんのりとカラメルの香りがつけばいいというふうに僕は認識しているので、違うやり方で表現します。ではグラスを湯煎で温めた後、こちらもね軽く温めたダークラムを 30ml グラスの中に注いでいきます。そしてフレッシュクリームを軽く泡立てていきます。続いてコーヒーリキュールを 30ml。 甘いのが嫌いな方はもう少し分量を少なくしてもいいと思います。そしてオレンジリキュールを 15ml。 そしてホットコーヒーを 90ml。できるだけ焙煎が深いものの方がいいと思います。ここで軽く混ぜておいて、そしてフレッシュクリームを上に注いでいきます。続いてグラニュー糖をこのクリームの上に振りかけます。そしたらバーナーで砂糖の部分を炙ります。最後にナツメグを振りかけます。お待たせしました。これが僕の作るスパニッシュコーヒーです。それではね飲んでみたいというふうに思います。サルー。ちょっとねグラスの部分が熱くなったりする時があるから、飲む時ちょっと気をつけてくださいね。やっぱ炙るからね。あとはねこれねスプーンを添えてあげるといいと思います。上の部分がね少しねブリュレみたいにね硬くなってるの。
わかるかなこれ。だからこれをね、いただきます。むちゃくちゃ美味しいから本当にね、皆さん美味しいな。むちゃくちゃ美味しいから、材料がある方はね、ぜひ試してみてほしいと思います。ほんと美味しい。美味しいな。昼間はね、だいぶ暖かくなってきましたけど、夜はまだ結構冷え込むじゃないですか。そんな時にね、このカクテル飲んでほしいなっていうふうに思ったので、冬の最後にね、ちょっとホットカクテルをご紹介させていただきました。皆様のいいねとかね、参考になったよなんて言葉もとっても励みになっております。ではまた来週もお会いしましょう。アスタラプロクシマセマナ。バイバイ。